こんにちは。久しぶりです。ギターチェルクラブの荒垣です。今日は、16ビートのカッティングっていうのをレッスンで取り上げていきたいなと思います。前に、8分の右手のストローク、コードストロークとかをやったと思うんですけれども、それのさらにちょっとレベルアップして、さらにその、8ビートから16ビートのカッティングを今日はちょっと説明していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、いつものようにちょっとイントロというか BGM を作ってみます。ちょっと先に今日はちょっと前半でリズムの話をちょっと詳しくというか、そんな詳しくは私自身も説明できないんですけれども、一応私が理解している範囲で、このぐらいは分かっていた方がいいかなぐらいのレベルで、ちょっとリズムについてまずは初心者の方向けにリズムってこういうことだよとか、ロックとかポップスとか一般的に皆さんが普段耳馴染んでいる音楽をギターで弾く上で、ある程度必要なそのリズムの概念みたいなのを分かればいいかなと思って説明します。あまり詳しいその本格的な理論とかを聞きたい人はどっか他の動画でも見てくれればいいかなと思っています。リズム感とかグルーブとかグルーブとはとかリズム感があるとかないとか、そういう話をよく音楽仲間とか、その初心者に教えてる時でも結構聞くんですね。でそのレッスンをしてる中で多いのが、自分はリズム感がないからみたいな、ちょっと謙遜気味に言ったりする、ちょっとこういうリズムトレーニングをする時になかなかうまくいかない時に結構そういうふうに言う生徒さんいるんですけど、まずそもそもリズム感があるないとか、グルーブこれがいいグルーブ、これはグルーブが良くないとか悪いとか、そういうのって何なんだろうって思うんですけど、で結論から言うとぶっちゃけそんなこと考えなくて全然いいんですよ。そのリズム感があるとかないとか、これグルーブがどうのこうのとか、そういうよくありそうなこういう会話あるんですけど、むちゃくちゃ不毛なんですよ。でリズム感があるないっていうのはそもそも考えなくてもよくてっていうのは、まずそもそもリズム感がないってなったら音楽する楽しみがまずそこで失われそうな俺は気がしてて、そんなこと全然考えなくていいのになと思うんですよね。で、このリズム感って言ってるのはなんていうのかな、いわゆる普段私たちがよく聴いてる今現代の市場に出ている、市場というか、普通に普段聴いてる音楽っていうのはロックとかポップスとかR&B とかね。で、西洋音楽、アメリカとかイギリスから来た音楽で、そのアメリカとかイギリスのいろんなその文化的な背景を背負って日本に来て、それがもちろん世界中に広まっているっていうのがまず今の音楽シーンがまずありますと。でなんで音楽って
なんていうかな、その言葉だったりとか、その言語が持ってる特に今のそのロックとかポップスとかR&B とかっていうのは英語のその言葉に乗っかって生まれた音楽なので、やっぱりそういう英語で発音しやすいようなリズムになってるような気がするんですよね。なので、とにかくいろんなそのバックグラウンドがあって、このリズムっていうのは今聴いてるリズムっていうのは乗っかってきてるので、例えばその日本のその民謡とか、沖縄もそうだけど、沖縄はまたちょっと日本と本土とはまただいぶ違ったその音楽のなんていうのかカルチャーがあるけれども、とにかく今あるその西洋から来たような、もともと西洋から来たようなロックとかポップスとか、そういう音楽に対して日本人がもともと培っている文化的な背景っていうのは全然違うバックグラウンドがあるから、だからその言葉とかもね、五七五で収まりやすい日本語の言葉があったりとかするのに対して、やっぱりそこがその音楽のそのリズムとかにつながってくる部分はすごく要素としてはあって、だからなんていうかな、歌う言語、割れる言語とか、そこから出てくる音楽のリズムもやっぱり違うんだよと。だからその土地その土地とかで培っている文化とか音楽のリズムがあるので、だから日本人が例えばそのリズム&ブルースとか、そのファンクとか、ああいうところのリズムがすごくなんか難しいんだよねっていうのは当たり前だとは思うんですよね。だけどなんていうのかな、構造的にリズムのリズム譜とか音楽的な楽譜の読み方みたいなのを構造的に理解すれば、全然それは楽しむ範囲では全然追いつけるんですよね。それがむちゃくちゃリズムマスターみたいなのになりたいみたいな人であれば、もっと詳しく勉強すればいいと思うんだけど、こんな動画見ないでね。だからそうじゃなくて、今からリズムっていうところを説明していくんだけれども、まずは構造的に理解することでまずスタートなんですよね。だからその中で16ビートのカッティングってどうやって弾いたらいいのかなとか、基礎的な部分を今日はちょっとレッスンしていきたいなと思うので、なのでなんか自分はリズム感がないからとかって言ってなんか諦めモードでやらないでほしいし、音楽を楽しむためには全然リズムで、リズムの概念をしっかり理解すれば全然問題なく弾けるようになると思うので、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。こうあるべきとか、自分はこれこうだからみたいな決めつけでなんかやるのってもったいないなと思うので、これは特に音楽の場合はね、芸術なんで、なんていうのか、決まったやり方なんてあんまり意味がないというか、自分がやりたいようにやればいいかなと思うので、自分が練習をしていって、あなたが奏でるリズムっていうのが大事なだけで、人からお前のリズムはグループしてないとかグループしてるとか、そんなの気にしないでいいし、リズム感ないねとかリズム感がいいねとか、そんなの気にしないでいいから、自分のリズムをぜひ練習してほしいなと思っています。楽譜に書かれている音の長さっていうのをちょっとまず理解していこうと、まず最初にね理解していこうと思うんですけど、ちょっとこれから譜面を出しながら説明していくんだけれども、まずそこで書かれているリズム譜っていうんですけれども、このリズム譜を読み解くためにもちょっと前提として、音楽の基礎知識をまずはちょっと紹介していきたいと思うので、ちょっと座学的な感じになるんですけれども、頑張ってついていってください。まず全音符で、これがテンポ80のリズムでやると、1234123ってこれ4分の4拍子、4つ数えると1小節っていう4分の4拍子の場合は、全音符の場合はこの、4つ手を叩く長さ、1234123っていうリズムの長さが、この分の長さの、が全音符。なんか説明うまくないな弾いてみるとこんな感じ。2、3、4
長さが全音符。1、2、3、4、この長さね。で、続いて二分音符ね。二分音符は、この全音符を2つに分けるので、1、2、1、2っていう長さね。1、2、1、2、1、2、1、2、この長さね。なので、1小節には2個分2分音符が入るかな。1、2、1、2っていう感じですね。大丈夫かな、俺の説明あんまり分かりにくいかもしれない。で、今度は四分音符ね。これはもうこのメトロノームの音のままね。1、2、3、4。これ今四分音符を4回弾きました。タン、タン、タン、タン。この1個の長さが四分音符の1個の分の長さですよ。ね。で、次は、四分音符からさらに割って、1小節に8個入る長さの8分音符ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。この、音の長さのものが8分音符っていう。大丈夫かな。で、これさらに細かくして倍に細かくしたのが16分音符。これが16分音符。今16分音符を1小節の中で、16個弾きましたっていう感じで大丈夫かな。まあ一応この構造をまずしっかり基本の木なので、まず理解することが大事ですよというところですね。で、よいしょ。で、これは今表示したやつだと、このニョロンニョロンっていうのがたくさん並んでると、ちょっとたくさん音が並ぶときに見づらいので、連符っていって一緒につないでる場合がこういうふうに表示されます。今テロップを表示させてると思います。じゃあ、カッティングのちょっとじゃあ実際にちょっと練習していきたいと思うんですけれども、まずこのストロークの時は肘を中心に、腕を振っていきますよっていうところだったと思うんですけど、この16のカッティングの場合は手首を非常によく使いますというか、手首をうまく使っていくことが大事ですというところですね。なのでこれから右手も肘も使いながら、ちょっとこうなんていうのかな、右手でこの右手のこの肘でゆったりとしたスイングをしながら、手首で小刻みに刻んでるっていうような感じの動きで、今この弦をミュートしながらチャカチャカってやってるんですけど、この音をブラッシングって言ったりします。で、この16のカッティングの時にこのブラッシングの音っていうのがすごく大事で、ギターらしさっていうのがそこですごく出てくるので、この音これもね、しっかりいい感じで歯切れよく出るように、してくださいねと。で、ピックは、あんまり深く握っちゃうと指が当たっちゃうので、軽くその浅めで、握っていくといいかなと思います。で、じゃあちょっとさっきみたいになんだ、よいしょ、メトロノームに合わせてちょっと弾いていきましょうね。ビートは90ぐらいでやろうかな。よいしょ。このぐらいで。この1、2、3、4でこの1の長さで、四分音符1個分の長さで16分音符っていうのは4つ入ってます。なので、チャカチャカが人集まり、四分音符の人集まりという感じでレッスンを進めていきます。なので、こ
これが4つ集まると1小節。チャカチャカがイチャカ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 ってやつやると1小節ね。なのでまずはこのブラッシングでこれをしっかり、安定して弾けるように、もうちょっとゆっくりでやるかな。で最初は全然ゆっくりでいいので、そうメトロノームはこれまでのレッスンの中で2拍目と4拍目に打つっていう説明をしたんですけれども、今回の場合はちょっと分かりやすくするために4拍その123 4のこの4つ全部鳴らすように今日のレッスンはします。その方がちょっと最初は分かりやすいと思うので、でもリズムの取り方2拍4拍で取れそうだったらそれで取っても全然構わないです。ちょっとリズムが細かいので、4つ打ちで、1,2,3,4 とそれぞれ、4拍に、ビートメトロノームのビートを鳴らすようにしたいと思います。でじゃあちょっともう一回80でやりましょう。まずこのリズムの右手の振りをしっかり練習していきましょう。一緒にやっていきましょう。っていう感じね。という感じ。OK ですか？で必ずダウンから入るっていうのもこれも8分のストロークと同じになる。じゃあ、ちょっと実音を出していきたいと思うんだけれども、このちょっと今日はカッティングの16ビートのカッティングなので、いわゆるそのファンクっぽい感じの音で練習していきたいと思うので、コードを、今日はもうワンパターン、この7フレ1弦と2弦と3弦の7フレット、これを、出していく。なので、他の弦は逆にミュートしないといけないので、私の場合は今薬指で3、2、1を弾いてます。で、中指で、中指と人差し指でこの上の C5、6をミュートしてます。こっちが分かりやすいかな。こんな感じね。そうするとこんな感じね。もしちょっとこれがやりにくかったら、全部これでもいいけど、ちょっと今日はこのファンキーな感じのカッティングを中心に、ファンキーっぽく聞こえるカッティングをちょっとせっかくなんで教えたいので、この高音源で鳴らすカッティングをちょっと中心に説明していきます。なのでストロークするときに右手のストロークもどちらかというと、コードストロークの場合は全体的に弾いてみてっていう話を最初したと思うんだけど、どっちかというとこの 1,2 弦を目指して当てるような感じ。4、5、6弦はあんまりその当てにいかない。ピークを、この当てのピークをちょっと下に下げて、この 1,2 弦とかを、この 1,2,3 弦を鳴らすので、この辺に当たるようなイメージでっていう感じで弾きます。ちょっとこの辺もコツが多分なんていうかな、全体的に弾いちゃ慣れてるとっていうのと、ちょっとこの低音源の当たりが少ない分、なんていうかな、軽く聞こえる、歯切れよく聞こえたりするっていうのがあるので、ちょっとその意識するときに、右手のその振りを意識するときはちょっと下の方 1,2 弦あたりに弦が当たるようなところをイメージしてみてください。じゃあこんな感じでちょっと実際のフレーズ、基礎的なフレーズをやっていきたいと思います。まずパターン1つ目なんですけど、まずやってみますね。
れどういうこと何をしてるかっていうと、このチャカチャカっていうのがひとまとまりだとしたら、1拍分のその16のカッティングをひとまとまりにすると、このチャカチャカの頭のその音ね、1番目の音、1、2、3、4、これでひとまとまりとしたら、1番目の音だけこの実音を鳴らす、この音を鳴らす。で2つ目のところからはもうブラッシングの音を切っていく。で3、4も同じなので、頭だけ、4つのカッティングの音のまとまりのうち頭だけ入れるって感じでね。でもう一回やってみると、このようにね。でよくその慣れない時にやりがちなのが、結構この歯切れがちょっと悪くて、こういう感じになりやすいです。ここまでなっちゃう、その2個目まで鳴らしちゃうとか、あとこれは2個目のそのこのアップのピッキングがその当たってないんですね。こういう風にもなりがちです。でそうじゃなくて、っていう感じね。大丈夫かな。こんな感じね。という感じで、その頭の音だけをやる、まずパターン1の練習でした。じゃあ続いて、もう一つじゃあやっていくと、今度は同じようなやり方で、今度は3つ目の音、ちょっと一回消して説明しよう。1、2、3、4、1、2、3、1、2っていうリズム。っていう感じのリズム。メトロノームに合わせてやるとこんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じね。でこれ音が鳴ってるのがその8分の裏のタカ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 チャカ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 っていう感じで裏のリズムにアクセントが入るので、なんかちょっとなんかレゲエチックな感じに聞こえるのはなんかそういう感じ、裏にそのアクセントが入ってるからという感じです。もう一回ちょっとやってみましょう。で体で全体でしっかりリズム取ってこういうのはトレーニングしてください。必ずこの体ワン、ツー、スリー、フォーっていう感じね。 OK できたかな。まあなんとなくなんか聞いたことあるみたいなリズムな感じになってきたかなと思います。さっきのリズムはちょっと頭でやるので、あんまりさっきのリズムはあんまりなんていうかな、音楽的じゃないというか、あんまりなんか練習って感じだと思うけど、今のはちょっとノリがなんか分かってきたかなと思います。裏のノリがなんか出てきたかなっていうのが分かってきたかなと思います。でじゃあ今1番目と3番目に
音を実音を出すっていうカッティングをやりました。で、続いてじゃあ次2番目に音鳴らすやつをやります。でこれちょっと難しく感じると思います。私は結構この2番目とか4番目に鳴らす音がカッティングが難しいなと思うんですけど、ちょっとやってみますね。ちょっと最初に説明しよう。っていうこの2番目の音、このアップでこの弾く返しの時に音を鳴らすパターンですね。じゃあリズムを出して弾いてみます。っていう感じね。できました？なんかちょっとなんか聞き慣れないリズムというか、なんかうまく表現できないんだけれども、ちょっと難しい感じになってきてます。で、次は同じように今度はまた4つ目になります。っていう感じね。1、2、3、4、1、2、3、4っていうリズムになります。これじゃあやってみるとこんな感じになります。2、3、4。こんな感じね。これはなんていうのかな、難しいね。なんか食っているような食ってるのかな、食ってるって言っちゃっていいのかな。あんまちょっとリズムのあれが表現が分かんないけど、この一番最後にチャカチャカで、この弾いた後にすぐ次の一拍目が来る、次の拍が来るので、なんか前のめりになって聞こえるような感じのリズムかなと思います。もうちょっとテンポ上げて弾くとなんかね、ちょっとラテンミュージックとかでも結構なんかそんな感じのノリとかちょっとやってみようかな。難しいんですよね。できるかな。今テンポ100で弾いてます。こんな感じね。みたいなこのリズムが今ちょっと試したのが、チャカチャカのまとまりの中に頭に弾くリズムで3番目に弾くリズムで2番目に弾くリズムで4番目に弾くリズムという感じで、なんか右手の動きとか左手の動きっていうのはぶっちゃけなんていうのかな、同じなんですけど、その音を出すタイミングがずれるだけですごくなんかノリとかが変わってくると思うんですよね。でも右手の振りとかは基本的に一緒なんですよ、ずっと。ちょっと今いろいろやっちゃったけど、なんか調子こいてすいません。なんかそういう風に右手のリズムはこのチャカチャカのリズムはずっと変わらないっていうのをちょっと今分かってほしかったかな。
っていう感じね。なのでこのリズムのそのアクセントというか、その実音を入れるタイミングで結構これだけでも表現できるので、まずは今テンポ100でやったけど、まずはゆっくりその80ぐらいで全然いいし、全然70とかで落としてやってみるのも全然大丈夫です。まずはしっかりこの右手の振りとこのノリというか、この左手と右手のその合わせ技なので、ここのタイミングをしっかり合わせて、カッティングをやってみる。ちょっとゆっくりからやると、まずこのぐらいからでも全然、これ今、テンポ70です。っていうぐらいからでも全然大丈夫。極端に速いのから100から70とかに変えちゃうとすごくやりにくかったりすると思うけれども、少しずつ上げていったり少しずつ、下げていったりとかするとノリは理解しやすくなるかな、ノリというか慣れていきやすくなるかなと思います。よいしょ。ということで、結構このカッティングって私ギターの中ではすごく、好きな表現方法というか演奏方法の中では好きで、ギターがギターらしいなって思うのってこのカッティング、こういうのが結構ギターらしいなと思うので、すごく好きな演奏方法の一つです。結構ね、なんか単音でカッティングとかもかっこいいんですよね。今も結局右手の動きはこの、さっきの16の右手の振りずっと変わらないです。楽しいなんかこういうノリがすごく好きなので、ぜひまずはこの今のね基礎の方からやってみて、なんかコードも全然今これでやってたけれども全然他のコードでもいいと思うので、別のコードでも変えてみてやってみてもいいかなと思います。まずはこのなんていうんだろう、指1本で3つ押さえるようなパターンも結構多いので、みたいな感じね。で、あとミュートがとても大事です。この 456 のミュート、これがすごく大事です。で、あと右手もコントロール、さっき言ったように 1,2 弦の方に当てるみたいな感じでやると、左手のミュートが多少外れても右手で結構こう弾く弦に当てていきやすくなっていくと、なんていうのかな、ノイズが減ってくると思うので、なんか歯切れもシャキシャキっといい感じで、弾けるようになるかなと思うので、この右手のコントロールとかもね、なかなかすぐにはできないんですけれども、やっぱり当てるところをしっかり 1,2 弦あたりに弾くのか、全体的にこのコードを当てにいくのか、この辺なのか全体なのかみたいなのも右手でコントロールできるようになると、すごく演奏もカッティングもメリハリがついていくと思います。ぜひまずはね、この基礎からぜひ練習してみていってください。また次回はもうちょっと複雑なリズムパターンとかもちょっとやっていきたいなと思うので、また次回ね、いろいろ説明していきたいなと思います。なんだっけ、なんか言おうとしたんだっけ。そう。
このカッティングの音ってすごくギターらしいってさっき言ったんだけど、なんか最近気づいたんですけど、なんかマイケル・ジャクソンいるじゃない。でマイケル・ジャクソンのその歌を歌うときにシクッとかポーとかも言うけど、このなんかね、このシクチクとかなんかそういうなんかなんて言ったらいいのか、これもう、マイケルのその本当に彼のそのリズムのタイミングでなんかそのブレスのタイミングなのかよくわかんないけど入れたりするじゃないですか。あれってなんかすごくこのギターのそのシクチクこのチクチクの音になんか近しいことをなんか彼の中でそのなんていうのかな、そのファンキーなそのリズムの表現の中で結構そのギターのそのカッティングのそのなんていうのかな、そのブラッシングの音になんか近いんじゃないかなって最近なんかふと思ったことがあって、そういう風に聞いてみるとマイケルの今映画とかでもなんか流行ってるみたいだけど、まだ俺見てないけど、なんかマイケルのその凄さみたいなのとまたなんか改めてなんかこういうところでなんかこの歌がすごくリズミカルに聞こえるのってそういう要素もあるんじゃないかなってなんかちょっと思いました。 OK ということで今日はカッティングのまず基礎、むちゃくちゃその基礎の基礎っていうところでちょっと説明をしていきました。なのでテンポもいろいろ変えて、さっきのその基礎的なその1番目に当てるフレーズ、2番目に当てる、3番目に当てる、4番目に当てるっていうのをやってみてください。2番目と4番目に当てるのって結構難しいので、まずはしっかり 1に当てるリズム、この1番目これをしっかりまずはしっかりやって、で2番目とか3番目とか4番目とかっていうのにやってみて、チャレンジしていくと結構安定してその右手の振りとかもリズムかっこよく弾ける、歯切れ良いカッティングが弾けるようになるんじゃないかなと思います。ということで今日はカッティング編とまたちょっとそのリズムのね、構造みたいなの本当に基礎の基礎を音楽理論的なところ、音楽理論ってほどでもないですけど、このぐらいは分かってほしいなっていうのは一応ちょっと説明したつもりです。であとそのリズム感があるとかないとかグルーブとかね、ああいうのも本当にそういうそのリズム感あるとかないとかそういう話をあんまり好きじゃなくて、なんか俺もそんなになんかそのかっこいいリズムが弾けてると自分でも思ってはいないけれども、リズム感がないと思っちゃったらね、なんかギター弾くの楽しくなくなりそうで、別にリズム感があるとも思ってないけど、そもそもリズム感とはみたいな話だからね、だからなんていうか、とにかくその自分のリズムを出せばいいんじゃないかなと思ってるので、皆さんも今日のね練習やってみて、なんかかっこいいそのギターのその自分なりのリズムをぜひ鳴らしてみてもらえると嬉しいなと思います。またちょっと次回はもうちょっと複雑なカッティングのパターンをちょっと出して練習していきたいなと思っています。ということで今日は以上となります。どうもありがとうございました。